皆さんこんにちは、カズラブチャンネルです。今日はいよいよ DJI Mavic 3の全ての機能が開放されたファームアップが行われたので、そちらを検証していきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。この通常のワイドカメラでもズームが対応しました。デジタルズームですね。2倍までズームができるようになっています。先ほどのデジタルズームなんですが D-Log でもそのままデジタルズーム対応したようです。続いてマスターショットは 4K60 フレームまで対応したみたいです。よりスムーズな撮影ができると思います。 HDMI 出力がミラーリングとライブビューのみというのが選択できるようになったようです。なぜこのミラーリングと押した瞬間に電波変わる？どういうこと？ Mavic 3からも Wi-Fi 電波が飛んでるんですけど、これは何なのか気になります。D-Log にした時にカラーディスプレイアシストっていうのがオンかオフ選択できるようになりました。これまでは D-Log で撮影すると真っ白系でほとんど色が乗っていない画面で操作しないといけなかったのが、イメージが湧きにくいということでこのカラーディスプレイアシストをオンにすることで多少色味が乗っかって撮影のイメージがやりやすくなったように思います。それでは実際に飛ばしてみましょう。クイックショットからまずはドローにやってみたいと思います。なんとか被写体をロックすることができました。これでスタートボタンを押すと自動でドローニーをやってくれる。後ろにそのまんま上昇しながら撮影するというモードのようです。できました。ここにいるよってのは分かったけど、タップしてロックしてスタートでロケットです。被写体をロックしたまま上昇するというとてもスムーズな映像が撮影できると思います。自動で最初のポイントに戻ってきました。それでは続いてサークルモードやってみたいと思います。サークルモードは被写体をロックしてその周りをぐるぐる回ってくれるというモードだと思います。まずこのプラスで被写体をタップしてスタートを押すことでサークルしてくれる。やってみましょう。ドローンの周りに障害物がないかだけ気をつけてやりたいと思います。すごいきっちりロックしてぐるぐる回ってくれてます。これを自分で操作しようとするとなかなか難しいので、この辺り自動で任せるといいかもしれません。続いては被写体を見失ったって出ますね。この見失った時はどうしたらいいのかな。自分の機体が悪いのかどうなんでしょうね。もう一度やってみましょう。クイックショット、今度来ましたね。
今度来ました。ちょっとわざわざリセットしましたが、とりあえずやってみましょう。被写体をタップしてヘリクスでちょっとだけ距離を置きます。やってみます。ヘリクスです。位置が微妙にずれてますが、だいたい真ん中にいるって感じですか。タップしてブーメランやってみようと思います。これどちらに回るかは自分で設定できると思います。ブーメランは被写体を真ん中にぐるりと回って上昇してもう一回同じ高さに戻ってくると、まさにブーメランのような動き。写真のモードには AEB ですね。暗い、標準、明るい3枚同時に一度に撮影することができるというモードです。そしてバーストは連写ですね。連写することができると。タイマーもつきましたね。7秒後、5秒後、3秒後、2秒後に撮影することができるということでしょうか。スタート。永遠に撮り続けるのでちょっと止めました。パノラマも加わっています。パノラマはスフィア、180度広角、垂直と、この4種類になっているようです。確かこれフォーマットを選べるはずですね。フォーマット JPEG と RAW で選んでおけば RAW ファイルも記録することができると。スフィアですね。スフィア、これちょっとやってみましょうか。スタート。360度撮ってくれるというものだと思われます。続いては180度、パノラマというかかなり広い広角の写真が撮れるんじゃないでしょうか。やってみたいと思います。続いては広角です。やってみましょう。そして垂直やってみましょう。はい、このようになりました。
これで多分ほぼほぼ全てのモードが試せたんじゃないかなと思います。というわけでいかがだったでしょうか。細かいところもたくさんアップデートされて、いよいよ完成形のマビック3になったようですが、クイックショットもドローニー、ロケット、サークル、ヘリックス、ブーメランなど、多用するとですね、本当にスムーズで美しい映像の撮影ができると思います。手動では難しいような撮影も自動であれだけやってくれるというのは非常に便利だと思います。まださらに細かいところで言うと、望遠カメラの画像の鮮明度が向上したりとかしてるようです。そちらちょっと検証今回しなかったんですが、次回見てみたいと思います。また今後もこの完成形のマビック3を利用していろんな空撮をチャレンジしていきたいと思います。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。